はい、元ビトラムカーナです、ニューマシン、注目のマシンを見つけたのでちょっとお話を伺いたいと思います。こちらです、オーナーというかライダーの B 級関根選手にちょっとお話を伺いたいと思います。こんにちは。こんにちは。これはとりあえず何ですか？これはですね、CB300R になります。 300R、250じゃなくて 300R なんですか？輸出車両をベースとしてて、国内のとエンジン以外はほぼ同じ車体になります。300R ということは 300cc ぐらいあるんですか？300ないです286ということは250と大して変わらないっていうことですか？あんま20、30弱ぐらいですかね。はい。このバイクはどこから出てきたんですか？開発、この車体を作ってた開発のチームの方ですねが、雑誌とかの、プレゼント、なんて言えばいいんですかね、評価ですかね、見てもらった時にやっぱ初心者向けの車両ですね、乗りやすいですねっていうのが結構あったんですけど、もっとこの車体だったら戦闘力があるっていうのをちょっと証明したいというので、やっぱり街中の車両の技術にもつながる元ジムカーナがいいんじゃないかということで、この車両を使ってテストしたっていう感じですね。結局今シーズンずっと乗ってますけど、それは相当良かった？そうですね、最初の、吊るしのノーマルの状態でも結構よくて、で車両を仕上げていくうちにもうちょっと頑張ってテストしていったらいい線いくんじゃないかなっていうのもあって、今年はそうですね、ダンロップ杯、筑波の方は NSR で出てるんですけど、都民で行われているジムチャやジャゲ杯、あとは10月のジャパンですねに関してはこの CB で出ようかなと思ってます。どこをどういじってるとかあるんですか？基本的にはまだそんなに大きくは変えてはいないんですけど、大きい変更点でいうとスイングアームを CB150 ある用のを使っていて、それでホイールベースがやや短く1300になってるってとこですかね。あとエンジンはノーマルですか？エンジンはそうですね、輸出仕様の286のがそのまままだ乗せている状態で、細かい仕様とかはまだ全然変えてない感じですね。 ECU も何もECU に関してはスロットルオフのところで燃料吹くようにだけちょっと調整はしてますね。やっぱりあれですか、燃料カットっていうのは乗りにくいんですか？そうですね、やっぱりこのアクセルを戻した時のエンブレ感がちょっと強かったので、それを改善するのには、アイドリング上げたりとか、これもやってるんですけど、スプロケットをちょっとロング振りにしたりもしてるんですけど、それに合わせて少し ECU も変更しました。スプロケロングなんですか？フロントが14でリアが36なんですけど、今15の34なんでリアでいう5丁ロングぐらいになってますね。それ街乗りも困るぐらいですよね。いや多分乗ってる感じはそんなには違和感はなくて、結構いろんなギア比試してみたんですけど、ショートにするとあんまり美味しいところが使えない感じだったので、前回のジムチャイあたりからこのレシオに変えて今アタックしてる感じです。なかなかロングにするっていう文化はジムカーナにはないんですけど、 NSR は当然かなりショートになってますよね。そうですね、13、48とかですよね。はい。乗ってて何が違うんですか？やっぱりもう丸っきし違うんですけど、そのエンジンの特性とか、あとはフレームですかね。結構この鉄フレームが NSR のアルミとは違っていい意味でこう柔らかいというか、しなりがあって、ちょっとそれがライダーにこう安心感を与えてくれるマシンですね。サスペンションは何かしてるんですか？現状でいくと、フロントに関しては、これ150の、スプリングを使ってて、250と300基本的には同じなんですけど、バネだけ150用のを使ってオイルを変えてる。で後ろに関しては今回テストでしたんですけど、純正のリアサスペンションにバネをちょっと違うものを入れてレートを変えてトライしてみました。ウェイトは硬い方にする方がいいんですか、柔らかくしている方ですか？
ですね、僕はどちらかというと柔らかいのが好きで、18モデルと19モデルでバネレートのレートが違うんですけど、19モデルの方が柔らかい方向になってて、最初は基本的にはこの車体は18モデルなんですけど、サスペンションに関しては19モデルが入ってたと思っていただければいいのかなと思います。ということはまあほぼほぼノーマル。そうですね、まだあれやりたいなこれやりたいなはあるなっていう感じで、そんなには大きくはいじってないと思います。それでも、B 級で戦えるタイムが出るんですか？今日のでいくと一応入賞圏内にはいると思うんですけど、そうですね、ただ正直なところを言うと、僕吊るしの状態でも結構気に入ってたので、もしこれから買いたいなやりたいなって思ってる方は別に150とかこだわらなくても、このままのノーマルでも1350ぐらいなんで、ホイールベースそれでも結構短い部類だと思いますんで、このまま始めていただいてもいいのかなと思います。これちなみに今車重って何キロぐらいですか？125、6キロですかね。ノーマルでも143とか140ちょいしかないので、126ってモタードの感じですね。そうです。乗り味的には本当にミニバイクと、モタードモトクロッサーのなんか中間ぐらいの乗り味ですね。今は私ファンクラ使ってないんですけど、結構車体が軽いっていうのもあって、結構リアが流れやすい部分もあったんですけど、ファンクラ使ったりとかっていうので対処したりするんで、そういう意味では乗り味的には近いのかなと思います。どうですか、今後これで戦っていくみたいな予感はあるんですか？そうですね、正直、これでやる理由って大きく2つあるかなと思ってて、で1つ目は今もうジムカーナやってる方に、このマシン戦えるんだよっていうのをちょっとアピールしたいな。今日も試乗会の枠で乗ってもらって結構いい評価いただいたっていうのもありますし、あとはこれをあれですね、乗ってる方とか検討されてる方って若年層とかエントリーユーザーの方が多いんで、やっぱジムカーナって安全運転大会の出身者とか、私もインストラクターの仕事やってたりするんですけど、結構その日常に使える技術っていうのが養えるんで、この車体で走ることでそういう若い世代の方にもこういう競技があるよっていうのを知ってもらうためにも、このまま参戦し続けたらいいなとは思っています。同じホンダで同じような排気量で VTR が今すごく人気じゃないですか、それの何ですか、後継になりそうですか？そうですね、僕自身もNSR の前 VTR でジムカーナ戦ってたんですけど、間違いなくスペック的には今はもう VTR 以上だと思っています。なので次の、NSR、VTR でこの CB シリーズが流行ってくれるといいなとは思ってます。ということで、絶版になってしまった VTR に乗るなら新しいマシンに挑戦してみるのもいいのではないかということで、CB300R、ね、おすすめのオートバイだそうなので、ぜひジムカーナこれから始めたい方、ステップアップを目指す方、乗ってみてはいかがでしょうか。